2026年4月、日本、東京、多摩遊園地が静かに息を引き取ろうとしていた。1982年から44年間、子供たちの笑い声を受け止めてきたその場所は、取り壊しまであと3日に迫っていた。錆びたゲート、色あせた看板、風に揺れる古いフラッグ、すべてが終わりを告げていた。私はその夜、しがらみを越えた。カメラを手に、誰もいないはずの遊園地へ足を踏み入れた瞬間、空気が変わった。湿った土の匂い。どこからともなく漂う古い機械油の臭い。そして、奇妙なほどの静寂。ライトを向けると、ローラーコースターが見えた。レールは錆び、車両は何年も動いていないはずだった。それなのに、ゆっくりと、車両が動いていた。風ではない。エンジンも切られているはずだ。それでも確かに、レールの上を何かが滑っていた。私は息を飲んだ。足が地面に張り付いたように動かなかった。その時、聞こえた。子供の笑い声だ。一人ではない。複数の子供が、無邪気に笑っている声。しかし、振り返っても誰もいない。観覧車の方向から聞こえてくるその声は、まるで今もここで遊んでいるかのように、鮮明で、生き生きとしていた。カメラは回っていた。すべてを記録していた。後になって、その映像を確認したとき、私は声を失った。画面に映っていたのは、空のはずのローラーコースター。しかしその座席に、確かに何かが座っていた。そしてその夜以来、毎晩、私の家にあの笑い声が戻ってくるようになった。これは、その記録だ。あの場所で何が起きていたのか。そして今も、私の日常で何が続いているのか。次は、私自身の話をしなければならない。私の名前は、関口誠。フリーのドキュメンタリーカメラマンだ。普段は企業の PR 映像や、地方の祭りの記録映像を撮って生計を立てている。派手な仕事ではないが、カメラを持ってどこへでも行ける。この生き方が好きだった。2026年の春、私はちょうど仕事の合間で、次の案件まで数日の空白があった。特別な予定もなく、ただ自宅のデスクに向かい、過去の映像素材を整理していた。何の変哲もない、静かな平日だった。その時、ふと SNS のタイムラインに一件の投稿が流れてきた。多摩遊園地。3日後に解体開始。という見出しだった。多摩遊園地。その名前を見た瞬間、胸の奥に何かが引っかかった。1982年から東京の片隅で子供たちの笑顔を集め続けてきたあの場所が、もう消えてしまうという。閉園からすでに数年が経っていたが、解体の話が出たのはこれが初めてだった。私はすぐに検索した。現地の写真がいくつか出てきた。錆びたジェットコースターの骨組み、色の剥げた観覧車、雑草に侵食されたベンチ。それでも、どこか懐かしい空気をまとっていた。カメラマンとしての本能が動いた。解体される前に、あの場所を映像で残しておきたい。そう思ったのだ。廃墟の記録映像は需要がある。それだけでなく、純粋に自分が撮りたかった。消えゆくものを、カメラでつなぎ止めておきたかった。翌日の昼、私は機材を車に積んだ。カメラ本体、予備のバッテリー、3着、そして念のために持参した暗視対応のレンズ。日没後まで撮影するつもりで、入念に準備した。現地に着いたのは午後3時過ぎだった。フェンスに囲まれた敷地の外から眺めると、園内は深い静寂に包まれていた。風が吹くたびに、どこかで金属がきしむ音がした。誰もいない。当然だ。閉園してからずっと、あの中には誰も入っていないはずだった。私はフェンスの隙間を見つけ、中へと入った。不法侵入であることは分かっていた。だが、あと3日で全てが消えてしまうのだと思うと、足が止まらなかった。そして、その選択が全ての始まりだった。あの夜、私は最初の異変を目にすることになる。フェンスをくぐり抜けた瞬間、空気が変わった。外とは明らかに違う。重い。湿っている。そして、どこか甘い匂いがした。腐った果物のような、それでいて懐かしいような、不思議な匂いだった。私は最初、気のせいだと思った。廃園になって何年も経つ場所だ。いろいろなものが朽ちていれば、変な匂いがするのは当然だろう。そう自分に言い聞かせた。IMG、廃遊園地の夜。入り口付近の錆びたゲートと草にうずもれた看板。懐中電灯を手に、ゆっくりと園内を進んだ。舗装された道はひび割れ、その隙間から雑草が伸びていた。
かつては子供たちが走り回ったであろう道が、今は草と闇に沈んでいた。風がまた吹いた。その時だった。右手の方から、かすかな音が聞こえた。金属が擦れるような、何かが回転するような、低い音だった。私は足を止めた。耳を澄ませる。しかし、音はもう聞こえなかった。風のせいだろう。古い遊具が風に揺れれば、そういう音の一つや二つ、出るものだ。私は再び歩き始めた。やがて、観覧車の前に差し掛かった。巨大な鉄の輪が、暗い空に黒いシルエットを描いていた。ゴンドラはいくつか外れ落ちていて、残ったものは斜めに傾いたまま止まっていた。その時、温度が下がった。はっきりとわかるほど、急激に、真夜中とはいえ、5月の夜だ。そこまで冷えるはずがない。私は思わず腕をさすった。鳥肌が立っていた。そして、もう一度、あの音が聞こえた。今度は、もっとはっきりと、金属のきしむ音ではない。もっと、柔らかい音だった。高い、細い声のような、笑い声のような。私は立ち止まり、カメラを構えた。心臓が早く打ち始めていた。手がわずかに震えていた。誰もいるはずがない。そんなことは分かっていた。分かっていたのに、レンズを向けずにはいられなかった。暗闇の中に、何かがある気がした。いや、正確に言えば、そこに、いる、気がした。まだ私は認めたくなかった。これは風だ。これは錯覚だ。廃墟特有の雰囲気が、私の感覚を狂わせているだけだ。だが、次の瞬間、カメラのモニターに映ったものを見て、私は確信した。あれは、確かに見た。あれは、確かに見た。私はカメラのモニターから目を離せなかった。画面の中に映っていたのは、ジェットコースターの軌道だった。錆びついた鉄のレール。何年も動いていないはずの構造物。それなのに、画面の端に、何かが映り込んでいた。小さな影だった。人の形をした、小さな影。私は息を飲んだ。心臓が、喉のあたりまで上がってくる感覚があった。落ち着け、と自分に言い聞かせた。光の反射だ。カメラのノイズだ。廃墟では、こういうことがよく起きる。だが、その影は動いていた。ゆっくりと、確実に、動いていた。私はカメラを下ろし、同じ方向を肉眼で見た。何もない。ただの暗闇だった。もう一度、カメラを向けた。そこに、また映っていた。今度は二つだった。小さな影が、二つ並んでいた。私の全身が、一瞬で固まった。足が地面に縫い付けられたように、動かなかった。声を出そうとしたが、出なかった。ただ、画面を見つめていた。影は、手をつないでいるように見えた。子供の手の形だった。私の頭の中で、何かが警告を発し始めた。逃げろ、と言っていた。今すぐ、ここを離れろ、と。だが、体が動かなかった。その時、また聞こえた。笑い声だった。さっきよりも近かった。さっきよりも、はっきりしていた。高い声、楽しそうな声。遊園地に来た子供があげるような、無邪気な笑い声。だが、ここには誰もいないはずだった。閉鎖から何年も経っている。解体まで、あと3日しかない。それでも、声は確かに聞こえた。カメラのマイクも、拾っていた。私は録画ボタンを確認した。赤いランプが点滅していた。すべて、記録されていた。影は、まだそこにいた。動かずに、こちらを見ているようだった。見られている。その確信が、皮膚の下からじわじわと広がってきた。私は、ついにカメラを持ったまま、一歩だけ後ずさりした。その瞬間だった。影の一つが、こちらに向かって、一歩踏み出した。影が、動いた。確かに、動いた。私の目は、その輪郭を追い続けた。足があった。小さな、子供の足だった。地面に触れているのか、触れていないのか、わからなかった。ただ、確かにそこに存在していた。IMG、廃遊園地の暗闇の中、小さな人影が一歩踏み出す瞬間、カメラの夜間撮影特有の緑がかった映像。私は息を止めた。体が固まった。足が地面に張り付いたように、動かなかった。カメラだけが、震える手の中で、まだ回り続けていた。影は、止まらなかった。ゆっくりと、しかし確実に、こちらに近づいてくる。距離が縮まるにつれ、輪郭がはっきりしてきた。少女だった。7歳か、8歳か、白いワンピースを着た、小さな少女だった。
髪は肩までしだれ、顔は影に隠れていた。私は喉が干上がるのを感じた。声を出そうとした。出なかった。少女は3メートルほどの距離で止まった。静寂が戻った。風も虫の声も何もかもが消えた。世界から音が抜け落ちたようなあの感覚だった。そして少女がゆっくりと顔を上げた。IMG。白いワンピースの少女が顔を上げる瞬間、暗闇の中、目だけが光を反射している。目があった。その瞬間、私の中で何かが壊れた。恐怖という言葉では足りなかった。もっと原始的な何か、生き物が死を前にして感じる。あの感覚だった。少女の目は黒かった。白目がなかった。ただ、深い黒が私をまっすぐに見ていた。そして少女の口が開いた。声が聞こえた。私の名前だった。誰にもここに来ることを告げていなかった。SNS にも何も投稿していなかった。それなのに、この少女は私の名前を知っていた。少女はもう一度口を開いた。同じ名前をもう一度呼んだ。今度はもっとはっきりと、もっと近くから聞こえるように。私は叫ぼうとした。叫べなかった。ただ、足が動いた。気づいた時には、走っていた。カメラを抱えたまま、しがらみを飛び越えて、舗装されていない道を、ただ走った。後ろは、振り返らなかった。振り返ったら、もう戻ってこられない気がした。車に飛び込み、エンジンをかけた。手が震えて、鍵穴に3度刺さらなかった。やっとエンジンがかかった。アクセルを踏み込んだ。バックミラーには、何も映っていなかった。何も、いなかった。でも、その夜から、毎晩、私の部屋に、あの声が戻ってくるようになった。その夜は、眠れなかった。布団に入っても、目が冴えたまま、天井を見つめ続けた。耳の奥に、あの声がこびりついていた。子供の笑い声、高く、弾むような、無邪気な声。でも、あの遊園地には、誰もいなかった。誰も、いるはずがなかった。翌朝、目を覚ますと、部屋の空気が少し、おかしかった。うまく言葉にできない。ただ、何かが変わった。という感覚だった。窓は閉まっていた。鍵もかかっていた。なのに、部屋の中に、外の空気が混じっているような気がした。古い機械油の、あの匂いに似た何かが、気のせいだと、思おうとした。昨夜の恐怖が、まだ頭に残っているだけだと。でも、その日の夜、また、聞こえた。最初は、小さかった。風の音に混じるくらい、かすかだった。でも、確かに、笑っていた。私は飛び起きて、部屋中の電気をつけた。誰もいない。何もない。ただ、静寂だけが、部屋に広がっていた。3日目の夜、声は、もっとはっきりしてきた。耳元で、直接、囁くような距離感になっていた。私はスマートフォンを手に取り、録音を始めた。翌朝、その音声を再生した。最初の数分は、無音だった。でも、23分を過ぎたあたり、確かに、聞こえた。子供の声が、一人じゃない、複数の子供たちが、何かを楽しんでいるような声が、そして、その声の中に、もう一つ、別の音が混じっていた。金属がきしむ音、レールの上を、何かが走るような。私は、録音を止めた。手が、震えていた。あの遊園地が、取り壊される日は、もう来ていた。その日の夕方、ニュースで確認した。多摩遊園地の解体工事は、予定通り完了した。と、もう、あの場所には、何も残っていない。と、なのに、なぜ、声は、まだここにいるのか。私は気づいてしまった。あの夜、私が遊園地を出てきた時、何かが、一緒についてきたのかもしれない。いや、違う。もしかしたら、ついてきたのではなく、最初から、ここにいたのかもしれない。あの場所で出会ったものが、何であるのか。その答えは、想像していたより、もっと深いところにあった。私は、ある人物に連絡を取った。地元で長年、多摩遊園地の歴史を研究してきた、郷土史家の男性だった。名前は、伏せておく。彼は、私の話を聞いて、しばらく沈黙した。電話越しに、深く息を吸う音が聞こえた。そして、静かに言った。やはり、そうでしたか。と、私は、その言葉の意味が、すぐにはわからなかった。
彼が語り始めたのは、遊園地の表には出ていない歴史だった。1982年の開園から間もない頃、園内のとある場所で子供が一人亡くなっていた。遊具の事故ではなかった。誰も気づかぬうちに人混みの中で迷子になった。そして見つかった時にはもう間に合わなかった。その子の名前も詳しい状況も公式には記録されていない。当時の運営側が意図的に公表を避けたのだという。私は息が止まりそうになった。その子はずっとそこにいたんです。彼は続けた。遊園地が動いていた頃はよかった。音楽が鳴って子供たちが笑って自分も一緒にいられた。でも閉園してから何年も誰も来なくなった。それでも待ち続けていたんだと思います。私はあの夜のことを思い出した。あの笑い声は恐怖ではなかった。呼びかけだったのかもしれない。ずっと一人だった。その子がやっと誰かに気づいてもらえた。そう感じた瞬間だったのかもしれない。なぜ私なんですか？私は震える声でそう尋ねた。彼は少し考えてから答えた。あなたが夜に一人で来たからです。静かに耳を澄ませていたからです。あの子には怖いものではなく、ただ聞いてくれる人が必要だった。その言葉が胸に刺さった。私はホラーを取りに行ったつもりだった。でもあの場所には恐怖ではなく孤独があった。長い孤独が鉄骨と共に解体される。その日まで誰かに見つけて欲しかっただけなのかもしれない。声は今夜も私の部屋の隅でかすかに聞こえる。でももう怖くはない。ただ胸が痛い。そして私は決めた。もう一度だけあの場所へ行かなければならない。と、鉄骨が完全に消える前にちゃんと向き合わなければならない。3日後、鉄骨はすべて消えた。そのはずだった。でも私は解体が始まる前夜、もう一度あの場所に戻っていた。誰かに止められることもなく、理由は自分でもうまく説明できない。ただ、行かなければいけない、という気持ちが胸の奥から離れなかった。IMG、夜の廃遊園地。一人で歩く人物の後ろ姿。フェンスの穴はまだそのままだった。まるで待っていたかのように、懐中電灯を持たずに入った。スマートフォンのライトだけを頼りに、砂利を踏みしめながら奥へと進んだ。ローラーコースターの骨格が月明かりの中に浮かんでいた。風がない夜だった。それなのに、レールがかすかになっていた。ギーと一度だけ足が止まった。でも今夜は逃げなかった。ゆっくりと乗降場の方へ歩いた。プラットフォームに上がると座席が一つだけ開いていた。他はすべて固定されていたのに、その座席だけがぽっかりと空いていた。私は座った。何かに引き寄せられるように。するとその瞬間、耳元で声がした。子供の声ではなかった。もっと小さな、もっとかすれた、何かが絞り出すような声だった。ありがとう。それだけだった。それだけで、すべての空気が変わった。泣きそうになった。なぜか、わからない。会ったことも、見たこともない何かに対して、どうして涙が出るのか。でも、出た。止まらなかった。座席に手を当てたまま、しばらく動けなかった。風もなく、音もなく、ただ錆びた鉄の匂いだけが漂っていた。どれくらい時間が経ったか、わからない。やがて、何かが、ふっと軽くなった気がした。空気が薄くなったわけではない。ただ、何かがそこから離れていった。そんな感覚。立ち上がって、振り返った。誰も、いない。当然だ。でも、もう怖くなかった。本当に、怖くなかった。プラットフォームを降りて、出口へ向かった。最後に一度だけ、振り返った。ローラーコースターが、静かにそこにあった。さようなら、と、小さくつぶやいた。返事は、なかった。でも、それで、よかった。次の朝、解体工事が始まった。そして私の部屋には、あの夜以来、何も聞こえなくなった。完全な、沈黙だった。それが、終わりなのか、それとも、別の始まりなのか、その答えは、まだわからない。あの夜から、何かが変わった。目に見えないものが、確かに変わった。まず、睡眠が戻ってきた。
毎晩うなされていた夢が、きたりと止んだ。暗闇の中で子供たちが走り回る。あの夢が、笑い声が耳元で響く。あの夢が、すべて、消えた。最初は信じられなかった。あまりにも急で、あまりにも静かだったから、布団の中で天井を見つめながら、私は何度も耳を澄ませた。何も聞こえない。ただの夜の静寂だけが、そこにあった。それが、こんなにも安らかなものだとは思わなかった。解体工事は、予定通り進んだ。ニュースで映像を見た。重機がローラーコースターのレールを崩していく場面だった。私は、その画面を最後まで見ることができなかった。チャンネルを変えようとして、でも変えられなかった。ただ、静かに手を合わせた。それだけしか、できなかった。あの夜、私が見たもの、聞いたもの、感じたもの、すべてが何だったのか、今でもはっきりとはわからない。霊的な現象だったのか、それとも、長年使われてきた場所が持つ、記憶のようなものだったのか、科学では説明できない何かが、あそこには確かに存在していた。私はそう思っている。多摩遊園地は、1982年から長い年月をかけて、無数の子供たちの笑顔を受け取ってきた場所だ。その笑顔が、記憶が、感情が、あの古い機械たちに染み込んでいたとしたら、閉園した後も、それらがそこに残り続けていたとしたら、最後の夜に、私が聞いたあの笑い声は、怖いものではなかったのかもしれない。ただ、お別れを言いたかっただけなのかもしれない。誰かに、見届けて欲しかっただけなのかもしれない。そう思うと、胸の奥に温かいものが広がった。同時に、深く深く、悲しかった。あの場所はもう、この世に存在しない。でも、あの笑い声は、私の中に残っている。消えることなく、ずっと、それは呪いではない。私はそう決めた。あれは、記憶だ。場所が消えても、記憶は消えない。人の心の中に宿った瞬間、それは永遠になる。多摩遊園地は終わった。でも、あの子供たちの笑顔は、終わっていない。そして、次の話がある。この夜が残した、最後の問いかけがある。エピローグで、すべてを話す。あれから、3日が経った。多摩遊園地は、静かに解体された。重機が入り、フェンスが倒れ、あの観覧車も、ローラーコースターも、ただの鉄くずになった。誰も気にしない。ニュースにもならなかった。ただ、一つの場所が、地図から消えた。それだけのことだ。でも、私には、それだけのことでは終わらなかった。あの夜から、毎晩、聞こえる、子供の、笑い声、遠くから、いや、近くから、耳のすぐそばで、時々、ふっと、最初は気のせいだと思った。疲れているせいだと、自分に言い聞かせた。でも、3週間が過ぎても、消えなかった。カメラに映ったあの影も、まだ頭から離れない。白い服の、小さな影、笑っていた。確かに、笑っていた。私には、その子が誰なのか、わからない。なぜそこにいたのか、わからない。ただ一つ、わかることがある。あの場所は、ただの廃墟ではなかった。何かが、残っていた。記憶なのか、思いなのか、それとも別の何かなのか。私には、答えが出ない。解体が終わった翌日、私はあの場所に、もう一度だけ行った。更地になっていた。何もなかった。風だけが、吹いていた。でも、その風の中に、かすかに、甘い匂いがした。綿菓子の、匂いだった。私は、その場に立ち尽くした。長い時間、動けなかった。場所は消えた。でも、何かはまだ、そこにあった。今も、ある。それが何なのか、私はこれからも考え続けるだろう。そして、あなたにも問いたい。場所が消えれば、そこにあったものは、本当に消えるのか。人の記憶が続く限り、何かは生き続けるのではないか。あの笑い声が、今夜もどこかで響いている気がする。消えない声が、ある。終わらない夜が、ある。